こんにちは。この動画はマカロン色のアフガーミセーターパート1、2、3の2の動画になります。ここでは袖を編んでいます。はい、袖を今イメージしていることをお伝えしながらやっていきたいなと思います。もう一回出てきたこれ身ごろね。で身ごろの要するにこうやって袖ってつけたいんですけど、ここからここまでなんですけど、このちょっと私の適当な絵を見ていただきたくって、これがこうなるんじゃなくてこうなるんですよね。このボディがね、感覚としてはこういう、ここら辺は袖部分に入っていく。なんでこう思って袖部分に入っていくので、何が言いたいかっていうと、こうなった時に本当の手の長さ、こっから本当にここまでやっちゃうとすごい長くなっちゃうんですよね。ここら辺部分を袖として扱うので、肩からこの二の腕ぐらいかなので、作りたいのはこっから見えてるかな、ここを作りたいっていうのと、これと同じ編み方でいこうと思っているっていうことと、今お腹鳴ったの聞こえた？聞こえてたらすいません。これご飯食べた後もどうでもいいかこの話はどうでもいいね。話戻して、袖もここの編み方はじゃあここと一緒にしたいんですよ。ということはこうやって編みたいんですよね。だこっちから編んだらこの微妙に編み地は変わると思うんですよね。このね、なんか説明がね長くて早くやれよっていう感じかもしれないんですけど、このね向きが変わるんじゃないかなと思うので、この下のね合わせたいっていうことで、本当はねこうやって作った方が簡単なんですよ。多分こんなもんかな OK でやめれるじゃないですか。でもこっちから編んでいくとドキドキしちゃう。どんなもんかなって、様子見ながらいこうと思います。で、なんだ好き勝手喋ってるから何をまとめます。まずこっから編む。でこの編み方はここと一緒ですよっていうことと、袖ね、でそこからこうやって編んでいくっていうこと、でこうやってたいんですよね。なので一回こうやって編んでからこうやって丸めてくっつける作戦にしようと思います。ほんであとは増し目をしていきたい。まっすぐじゃなくて、割と袖部分はこうちゃんとキュッとして、ここからブワッとしていきたいので、それも考えながらこのチュニジアンスティッチでの増し目もやんなきゃいけない。でもできるだけこのまっすぐラインを崩したくないっていうところをちょっとこう模索しながらやっていきたいと思います。ではいきます。では袖部分いきます。久しぶりのかぎ針8号を持ってきました。でこれちょっとねここ暗かったのでライト持ってきたんですけど、あんまり意味ないかな。とりあえずここにちょっと音源じゃなくて熱源じゃなくて光源を持ってきました。で、次はこの玉にしてみました。中がね水色っぽいのから始まってます。でやっていくことはボディと同じなので、もう分かるわよっていう方は斜めに、飛ばしていただいても、斜めでも見てくれたら嬉しいでこの真ん中を先っちょ出てこいと。出ました。で最初はハーフダブルクロシェ、バックループオンリーのハーフダブルクロシェをやっていくんですが、まずチェーンで6目作ります。1アップする、2、3、4、5、6、そしたらクリップつけますかね。一応最初と6目なんでね、数えてればいいんですけど、なんかテレビ見ながらだとね数えてなかったりするんでね。あとの話です後で続きをやるときってことです。で今立ち上がりチェーン1しました。これは1目と数えないで、バックループオンリーなので
こうやって見えた時の左側、こっちだけ取ってきます。こうだ。で、手前側にクリップ入れとくと帰りにバッグになってます。ハーフダブルクロシェを入れていくのみ。引っ掛けて奥の1個だけ取って3本一気に引き抜き。これね、ミックスケーキのケークのこの糸を編んでるのめっちゃ楽しいですね。色がねやっぱり変わるのが、このブルーもねなんかかわいいペルシャって感じ。12345昔のアニメの話です。でこの内側に入れとく、手前に入れとくと次楽で、立ち上がりはもう1でいきます。でひっくり返して、でまた引っ掛けて今度ここ取る。ハーフダブルクロシェの注意点としては、こういうねこっち側にも逆のチェーンができるので、こっちとこれを混同しないようにするのがいいかなとか言って、混同しないようにしていただければと思います。こうやって立てた時に奥側ね。でこれで袖じゃなくて今日も絶好調で適当なことを言ってる。なんだっけ、カフなんて言うんだっけ、ここが、こうやってやりたいので、回るぐらい、回ってゆとりが出るぐらい、ここを通したいんでね。そうこれね、私の手ってここがね結構広いんですよ。なのでここが通ってもここも通んなきゃいけない。こうやってやればいいんですけど、なのでちゃんとここが通るぐらいにはしたいと思ってます。この幅ぐらい。人の手って面白いですよね。こうスーッとしてる方もいるしね。こんな感じでやりますね。これを今手首の回るぐらいまで続けていって、で何段やったのかをお伝えして、何センチになったのかもお伝えして、で袖本体に入っていくっていう感じにします。よいしょ。ではこういう感じでいきます。ザクザクやってきて、16段やってみました。で仮止めして、で余裕でちゃんと入るのでこんなもんかなと思います。なので16段でいこうと思います。16段でだいたいどんなもんなんでしょうな。またインチ出ちゃった。8.5、22センチぐらいになりました。それでこっからも本体作った時と一緒で、まずシングルクロシェを1段して鳴らしていこうと思います。で16段なんですけど、これもねまた、ボディと同じなんですけど 1.5 ぐらいにしたいので、112、立ち上がりしてるもん。よいしょ。はい、立ち上がりして、1ここで1段、ここで1段、ここで1段っていう感じなので、ここの間ね 1.5 じゃなくて3目か。なんとぼやけてらっしゃる。はい、こことここの間で、これ最初と最後はちょっと違うんですけどね。取ってみっか。例えばここだとシングルクロシェなのでこのままいきます。ここは2本取ろうかな。1回目取りました。クリップつけます。今取って次ここ取って、そしたらこことここの1個目が厄介なんですけどね。同じこと何回も言っちゃうよね。こことここで3つ取りたいから、例えばここで、これは2目取れそう。ここ1本ボルンってなってるから1本取る。で123、今ここ345、この12は後で考えるとして今5目で、ということはこの2つ、この1個、ここのポコッとしてるとこを
この2目ここでいってったらいいのかな。最初と最後でねちょっと大きくなりそうだけど、でこういうのがあるときは、避けます。避けといて、でたわませといて後で処理しようと思います。今これ2本取る、ここ1本取る。そしたらここを取らずにここかな、ここに1個ね取れやすそうなのがあるので取る。そしたらこことここ2本のやつを取る。これ1本ここが浮いてるのでこれを取るってやると、この2段の中で3目取れてるので、この調子でいって最初と最後でもう調整しようかと思います。24目になるようにね、24目じゃなくてもいいんですけど、なんとなく1.5 倍にしたいって決めたので 1.5 倍でやっていこうと思います。この2個ね、2個で、これは1本浮いているのでこの1本取ってます。よし、ちょっとここ早送りに編集の私にしてもらって、まもなくゴールなんでね。何が何だっていう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、8、9、10、1、2、あと2目取ればいいから、こことここは取りたいので、ちょっと、いいか。ここを飛ばすか。で、ここ飛ばして、最後。これは1個かな。強引になんか見つけて、もう1個取りたいか。もういいか。チェーンのところか。はい。で、24目取りました。で、こっから、チュニジアンクロシェ入っていくんですが、本当にねやり方は一緒なんでね。でさっきのボディでようやく分かったんですけど、24目作ると最初と最後に何かが起きて、チュニジアンクロシェ自体は1目減りますね減りますねとか言ってさも分かったかのように言ってるんです。なんで減るか分かってない。でもなんか編み方の中で減るんですよねきっと。早く持ってきます、とりあえずね。はい、ではここから、チュニジアンフックに変えてスリーブ袖を編んでいきます。変わらず 6.5 ミリ。見えてる？見えてるっていうかピント合ってる？こんなに時間かけてピント合わないことが合いました。そしたら今度こっちに合わなくなったり、仕方ない。はい。でここからいきます。そしたらチェーンワンはいらないかな。このまま行こうと思います。相変わらずこれがピント返ってきて、はい、相変わらずこれがねガサガサうるさいと思うんですがご容赦ください。でチュニジアンフック自体は、ボディの時と何も変わらないので、まずはこの2個取ればいいかな。入れて抜く、入れて抜く、うるさいね、ちょっと押さえるか、ここかな。入れて抜くでやっていきます。なんか面白いですよねこれね。普通に普段シングルクロス入れるところに入れてます。で抜く。やること違うこととしては入れてそのままここに溜めてることぐらいかな。ピントがね、私1動画でなんか10回ぐらいピントがとか言って見直らないよね。行きましょうか、とりあえず。で1段目は普通にやって2段目から来た、これが増し目を、していきたいんですけど、これ今こっちに来てるから自動的にこれが裏になるのかな。表になっちゃう。ちょっと戻ります。こっちがね表になるので、この子なんとかならん？引っ張ったら不自然だろうか。これでいこう。今後ろに持ってきました。これ最後のこと。で、1段目は書いていくだけです。まずこれチェーンワン扱いで1回だけやりました。であとはここからは2回っていう感じで、今進んじゃいましたけど、今度からこことここの2本をこ
ことこの2本を、取っていくのでマークしておくと間違いないかなって。すごい絡んでる。で2本ちょっとここも早送りしますねきっと。あ、色が変わった。かわいい。なんぼや。はい。一段やってきました。で、こっから、最初は袖をぶわって広げたいんですね。イメージとしてはこの袖が、さっきも言ったかもですが、こっからぷわーって広がって、ちょっとバルーン、イメージバルーンまでいかないけど。で、ある程度広がったらもうずっと同じ長さぐらいにしようかなとは思ってるんですけど、もしくは緩やかに、ふわーみたいな感じにしようと思ってます。なので、増し目をしたいんですよ。で、増し目を、なんかね、こういうとこでするとか、真ん中でする案もあると思うんですけど、そうすると、本来こういう風に綺麗な段が、こうなっちゃってね、ちょっとそれどうなのかなっていう感じがするので、最初と最後、こことここで増し目してみようかなと思っています。でこれが合ってるかわからないんですので、合ってるかわからないですので、急になんかお嬢になったけど、そうじゃないよっていう案があったら教えてください。で、長々と説明しましたが、普通のチュニジアンはこうやって、これはもうね、ここに引っかかってるのが一面扱いして次のここに行くんですけど、今度はここを入れたいんですよ。ここにこうやって入れたいの。なので、チェーン1してみます。はい。そうするとこれがこれになるんですよ。伝わるかなこれ。もう一回いきますね。この時はここじゃなくてここ取るのが、普段のチュニジアンなんですよね。ここを無視してこうやって取るのをチェーン1 1個多くすることでここを取りたいんですよね。やってみようと思ってます。こういう感じ。今強引にここはねパフってなってるので、でこれをとりあえずこれも早送りしようかな。端っこまでいきますね。ここまで来ました。そしたら、このクリップ入ってるとこ取ってよいしょ飛ばした。で今こうですよね。でこうするってこと？そしたらどうなる？今1個多くしてみました。ちょっとこれでいきます。チェーンを2回やった感じにして、ここから2目取ると、どうなってんだ？ちょっとやってみます。今この辺までいって、これ仮にね、で今度こうやって取るでしょ。でこれ取った時に1目多くしたいから、これこう取る？何やってんだって感じする？ちょっとこれで見てみる。そしてお腹はなる。変かな？ちょっとやりたいことが伝わってる？伝わってるといいんですけど。通常通り今戻りました。こうするでしょ。ミラクル。ほんでこれが最後の目なんですよね。でこうやってやるとここで今最後の目ができて、新たにねどっちがいいのかな。最後の目をもう一個増やすか、
小声取ったら、これ今1段終わるんですけど、もう1個増やしたい。あ、違う。どうしたもんかな。今これが次の最後の段で、どうすると自然だろうか。ちょっと考えますね。ちょっとやってみます。はい、時遡りまして、今の戦法でいけそうなので行ってみます。もう一回説明すると、ここで今チェーン1余計にしました。でこっちまで来て、今これ最後の1面とこう最後の1面は2個入れます。で抜きます。でここで本来チェーン1のところを、チェーン2チェーン2するみたいな感じです。なのでまず1回します。で、今この1回が次のラストの目になるんですけど、おまけのもう1回しちゃうっていう。で、これ次帰ってきてからなんです。行って帰ってきたら、今度ね、このおまけの1回のここ、縦のここをここと同じ扱いしたい。何言ってるかわからないと思うので、1回やってみますね。繰り返しますが、1回行って、もう1回チェーンをしてから2本、2本。で、この子ちょっと押さえないと。で、行った道帰りますと。ちょっとまた早回ししますね。はい、最後の方まで来ました。で、こう。で、最後も普通にこう、おいしょいしょ。ってやると、ここに今ね、はみ出しチェーンがこれ今プラスになったとこですね。で、これやると、今こっち側では確実に1個増えました。こっちはまだ未途中、後から増える1目なんですけど、なんて言えばいいのかな、1目の元を作った感じで増やすっていう感じでいこうと思ってて、で今合計結局2目なんですよね。1目1目増やす行いをしました。まだ増えてないんですけど、でこっちは普通にいく。で次の段は1回7子で1目ずつ拾っていくだけにしようと思います。そうすると今度こっちで、1個多く取ることになるので、だから行って帰ってきて行って帰ってきて2往復で2目増えるのが完成するのかな。でちょっと今ここまで行きますね。はい、最後の方まで来ました。そしたらここでブワってなんかこうたわんでる子がいるじゃないですか。ここに強引に1目を作ろうと思っていて、これがだからクリップ必須かもまたお腹なって、これで最後の目なんですよね。で本来はここはないんですよ。この後はこれになってるはずなんですけど、この余計な1個をこの V のこっち側、ここをこういうものと同じ扱いをして1本だけ取ってみようかなと思います。こうやって。でこれが終わったら、この最後のクリップつけてたところには、通常通り2本拾って1本でチェーン1で帰ってきます。これがいけそうかなと思うんですけどね。どうでしょうか。どうでしょうか私。っていうかクリップがちっちゃいのよね。で2本2本ってやっていくと、もちろん増し目してるのでちょっとは変になるんですけど変になるっておかしいね。増し目感は出ちゃうんですけど、真ん中でやるよりはいいかなと思って、今ここで強引にこう2個できたんですよねってピンと合ってるね。でこっちも1個増やしました。で今行ってまたここで1目増やさなきゃいけないんだので、ちょっと混乱するかな私がね。ここでしょ。だから仕込みと実際増えるが開くんですよね。ここまで来ました。そしたら余計にチェーンは1個して、でこっから始める。本来こっちなんだけどチェーン1した分1個手前から始める
で拾っていく。でブワーってここに来たら、ここでまただから全ては何て言えばいいんだろう。行ってここで始まってる行きは何でもなくて、行きと帰りのこの出だしで一目増やす。こっちもそうですよね。戻ってきて行く前にチェーンは1個多くすることになってるので、だから何段目で増やし目って難しいの、お伝えしづらいな。でもこれ色が変わって可愛いですね。で私はこの最初と最後のちょっと言語能力が著しく低下してる。最初と最後で示していくのを、ある程度ずっとやっていこうと思うんですが、いきなりねブワッと広げたいと思ってないわっていう方は、これを一回やったら 1,2 段は普通にやるとかねするといいかなと思います。できました、この端っこで終わるときは普通に終わらせて、ここでチェーン1立ち上がりをもう1回します。2回しましたね。そうするとこれが土台で、この余計なチェーン1のここを後で取りたいんですね。で今1個下から2個でブワッとね、こんなに今2目ずつ広げてるので、1目ずつって言っていいなって思う方は、最初と最後どっちかでもいいかもしれない。もしくは、最初でやったら次最後でやるとかがいいのかな。バランスとってね。でもあれか、最後こうやってね、最後の最後でくっつけるので、どっちで増し目しようが、同じかもしれないですね。でこれを繰り返します。もうちょっとだけお見せしようかな。私が何をやってるのか私がどんなエキセントリックなことをしているのか。でこうでしょ。あれ、次は普通だった。次は普通か。そうですよね。今普通だ。ここでやって普通にやって、ここでやって普通でまずやると。この行きは普通か。よし。で早送りして、ここもう一回拾おうと思います。一回止めるか。ここでちょっとお会いしましょう。はい、最後の方まで来ました。で普通ならここで終わるんですが、今増し目のこれちょっとややこしいんですけど、ここはね関係ないんですよ。これは見える？こうやってやって、この横線の延長なんですよ、この目を。じゃなくてここね、このちょっとはみ出し物、ここを追加で取っていきたいので、これが通常のラストのところで、次がこれ無視して、ここね、最後の目の1個手前って思えばいいのか。この1個だけ取って、でこれは普通に取ると。でさっき増し目したので、今度はもう普通にねいこうと思います。通常の、チュニジアンしてって、これがうるさくって、2本やってって、この段終わりました。で今度ここで増やしてっていうのを、続けてきますね。わかるかな。じゃあ一回これをここまでいって、ちょっとお待ちください。どんだけに広がったかをちょっと測ろうかなと思います。ここまでいけました。見ちゃうか落ちました。はい、こういう感じでぐわって結構強引に広げてます。最初は21センチぐらいだったのが25センチまで一気に広がってきました。で
これを繰り返して、なのでまたここでチェーン1 1個多くしていって、帰りにチェーン1多くして一回鳴らして、もう一回チェーン1多くしてっていうのを繰り返していって、一回ブワってなったらこうしようと思うんですよね。なので一回ブワーのとこまで行って結果をお伝えしようと思います。下からこれシングルクロシェ、ここ数えずに1段から22段までやってきました。で、ここ1段とすると偶数段でだけ増し目をしてって、これ途中で消えてるんですけど、これが2段目で、これ10段目で、これ20段目で、今22段のところの増し目が終わって、ある程度希望の長さになったので、これは測ったのかな、測った気もするけどのためもう一回測っとくと、測ったな記憶があるな、このでもちょっとお付き合いください。42センチぐらいかな、40から42センチぐらい、16.5 ぐらいになりました。で、今ね、ちょっと腕失礼します。これこうしてこうだから、派手かわいい、こういう感じですね。だいぶゆとりがある。でこっからは、このペースでもう増やしていくことはやめて、4段に1度ぐらいのペースで増やしていって、で今45度から50センチ弱ぐらい、このたるみがね50センチ弱ぐらいあればいいかなと思うので、様子見つつ増やしていこうと思います。なので増し目のとこは散々お伝えしたと思うんですが、よいしょ、一応またお伝えしようかな。お伝えすると言いつつ、ここは全然増し目のところではないので、今これが22段で入ってて、つまりこの段でやってきたんですよね。でこの今からやるところは何もしない段を23、24、25、3段何もせずにやって、26段のところでまた増し目をしようと思います。そこでお会いしましょう。ここが増し目を最後にした段で、正確にはここですね。ここが増し目扱いなんですけど、22段、23、24、25ってやってきて、4段経ったので、ここでもう一回増し目をしていこうと思います。もう何回もねお見せしてると思うんですけど、何かがいろんな言い方をしてれば何かが響くかなと思って、で今ここでチェーン1をします。本来はなくていいやつです。でこれが、ここで言うとこれなんかちょっとはみ出してるじゃないですか、この横が。でこのはみ出しているところので今というか、ここでね増し目を強引に作ってるので、本当はここが最初の目だったものが、次の段以降に、なんていうの、通常の目になる。ここだったら2目目になってるしっていう。でもっと増し目していけば3目目4目目ってなるような感じにしました。でこっちはねちょっと穴がちょっと開いちゃうのが、こうやって今これクリップをねここにつけてるのもあるんですけど、ちょっと開いてるのが気になるので、こっち側の増し目はまだなんか改善の余地があるなとは思っています。とりあえず続けます。喋ってたか分からなくなっちゃった。で本来ならこのままこうやって引っかかってるままでここを無視してここに行くんですけど、ここでチェーンをすることによってこれも取れるようになると、取るようにするっていうことですね。で息はこうやって1分のみ1個ずつ拾って、こういう感じですね。でね、これ私の感覚ではここで1個作って、でこっちで1個作ってっていう、この段っていうイメージなんですけど、こっちはねカエルで作ってるって言った方が分かりやすいのかな。なんかここの増し目に関しては何てお伝えしたら一番分かりやすいのか答えが出てませんので、ひたすらお見せすることによって、もしかしてこういうことを言いたいのって分かっていただけるかなと思ってしつこめにお見せしてます。色が変わってきた。ではというわけでしつこめにここをもう一回お見せします。逆の端まで来ました。ちょっと絡んでる。ちょっと待ってください。はい、改めて
今ここが最後の目ですね。でここに入れます。はい、そしたら、増し目をしたいのでここでもう一個、普通はここで終わりなんですけど、このチェーン1立ち上がりとするんですが、増し目用にもう一個チェーン1します。だから2回くぐらして、で次からは2本っていう帰りの道をたどります。で一応ねこのクリップ、これが紛らわしいんでね、取っちゃったから余計紛らわしい。今これが最後の目で、ここに後で増し目を入れます。ここの目のこれを立たして、ここ1目目だけを取っていくことによって、どういうのが分かりやすいかな。ここまでにはなかった目が生まれることになります。でさっきお伝えし引っかかっちゃった。お伝えしたように、しばらくは4目に1回、4どうした4段に1回のペースで増し目をしようと思ってます。でね、この糸、糸のタイプによると思うんですけど、すごい柔らかくて編みやすいし、この目も揃いやすいんですよね。なんですけど、逆に滑りがいいからたまにやりたくないですけど、こうやって取れちゃったりするんですよ。そういう時は慌てず騒がず戻して、でこうやって見た時に糸をピンって伸ばした時にこの2本がかかってれば合ってます。でも例えばどうやったら分かりやすいかな。こういう感じになってたら、ここって今1目しかこのピンとした糸にかかってないじゃないですか。これはまだ取り切れてないので、もう一回取ってから次に行くんだなっていう風に、思っていただけると、このカサカサうるさいですねすいません。パランとほどけちゃった時も慌てずにいけると思います。もしくはいいペースで編んでてね、こういうことしちゃう時もあると思うんですよ。でなんか変だなと思ったら、これは3本かかってるので取りすぎなんですよね。なので、1本戻してこうですね。で2本なら大丈夫だなっていうことで戻る。でもしくはスポーンって針が抜けちゃう時もあるんですよ。そういう時は私はもう諦めて一段戻ってやり直してます。でさっきここ増し目したので、3段は普通にいって、で最終的にはこのまま何段までやったかお伝えしようかなと思ってます。続けていきます。袖を2丁作ってきました。いきなりちょっといろんなものが映っちゃってるんですけど、引きで撮ってるので気にしないでください。とりあえず全体像を映したいなと思って、でこれを2枚も作ってきました。で動画でお見せしたところから、最初の方は2回に1回増し目をずっとやってて、でそれを11かな、11回2回に1回をずっとやってきたんですよね。でこの辺から理想の長さになったので、この後は緩やかに4回に1回をやって、4回に1回が、12、13、14、3回か。1、2、3回やってきたのかな。1、2、3か。そう、4回に1回を3回やって、で、最後は、ずっと最後の6段ぐらいは変わらずに最後行きました。で、サイズですね。サイズ的には、どっちから測ろうかな。ちなみに51目になってます。ここ最初が22センチいかないぐらいだったのを、いろいろ映ると思いますがご勘弁ください。こっちからいこうかな。46、7センチぐらいになりました。ぶわっとね。で、この増し目の感じだと、真ん中のね、ここの編み目は、編みの目合ってる？目は割と綺麗にずっとまっすぐいくんですけど、ここでやっぱ強引に広げてるので、ちょっと強引に広げた跡が見えるので、それちょっとお伝えしたいですが、一回元の画角に戻しますね。
はい、だいぶ寄りに戻しました。例えばこっちからいくか、ここがねすごい分かりやすいんですけど、ちょっと引きで見ても空洞っぽくなってるところがあるじゃないですか。ここね増し目してるとこなんですよ。1回目につくと結構空洞だと思うんですよね。こういうことが私の増し目のやり方だと起きちゃう。で逆にこっちの方、チェーンを増やしていってる方では、ガタガタはしてるんですけど、そんなに不自然ではないかな。ただあえて言うなら、このクリップのとこ見て、クリップ映ってない、クリップのとこ見ていただくと分かると思うんですけど、この鎖状のものが横に1回生えます。こうやって増し目のとこね。でこうやって上に増えてる感じですね。最終的にはこの2つをこことここはこことここじゃない、こうか、こうなるんですよね。でここつなげちゃって、でこれをこの、実際のところで言ったらこの一番見えないこの下に持ってこうと思うので、そんなには目立たないかなとは思いますです。でこれ2丁作ってきました。でちなみにね、これ表地でチュニジアンフックのねアフガンスティッチのノーマルパターンの、表地で、裏地はこういう感じになります。裏が多分本当に棒針っぽくなりますよね。ポコポコポコって出ます。であとそう片方はここら辺で1玉が終わりました。なので最初からやってきてここら辺まではいけたんですよね。でもう切りよく1玉で終わろうかなと思ったんですけど、ちょっとなんか試しに手持ちのねトレーナーとかで腕の長さどんなもんかなって比べてみたら、1玉じゃちょっと短くなっちゃいそうだったので、2玉目に入りました。こっちもそうかな。これなんだ、忘れちゃった。はい。で同じものを2個作ってきました。で袖部分が完成したんですけど、一回本体に戻らなきゃいけなくって、ちょっとまた画角変えてきます。はい。でまたいろんなものが映ってると思うんですが、ちょっと気になさらずにいてください。ちょっと待って、土台も映っちゃってるな。で、これが本体で、本体も一応2個作ってきたんですが、襟の感じをねまだ決めてなかったので、これから襟を作んなきゃいけないんですよね。ので本体、もう1個本体、こうですね。本体は四角い、四角くはないけど増減なし、こういう状況なんですよね。でもう片方もつけると、もう片方落ちてこういう感じなんですよね。でこうかな、こっからこういう感じで襟を作っていきたいと思ってます。はい、で襟作ってから連結してっていう感じですね。なので一回こっちに戻ります。パート2の動画ここまでになります。完成まではラストのパート3でお届け予定です。ご視聴ありがとうございました。